ギガスクール構想に基づく小中学校での1人1台端末の活用が始まっておよそ1年。端末を活用した子どもの新しい学びに注力する各学校、教育委員会や自治体のさまざまな取り組みを紹介します。おはようございます。おはようございます。足取りも軽く親子がやってきたのは、親子で授業で使われているクロームブックを体験するためのイベント。その名も親子クロームブック体験会。吉田町教育委員会では、ギガスクール構想を進めるためには保護者の理解が必要不可欠ということで、2021年3月からこの取り組みを行っています。親子体験会の意義を運営にも参加している常葉大学の三井和樹先生に伺いました。ギガスクール構想が始まりまして、学校ではかなり活用が進んできたんですけども、保護者が学校で子どもたちがどういうふうに端末を使っているのかとか、端末を使ってどんなことができるのかってことがなかなか伝わっていないという現状があります。そこで今回のような親子体験会を実施する中で、保護者に体験を通じてこんなことができるんだとか、学校ではこういった授業をしているんだってことを感じてもらうために必要なところです。今日も一日よろしくお願いします。親子体験会は吉田町教育委員会が主催し、参加者を集め、常葉大学教育学部の学生が自分たちでプログラムを作成し、講師を務めます。この教育委員会と大学の連携によって、ギガスクール構想に対する保護者理解が進められているのです。皆さんおはようございます。では、親子体験会の様子を見ていきましょう。今回実際に学校でどのように活用されているのかといったところや、この Chromebook の安全性についてぜひ、知っていただきたいなというふうに思います。さあ、実際に Google ドキュメントを使って間違い探しをしていきましょう。まずは文章の間違い探し。子どもたちが国語の授業などで使っているツールを体験します。お母さん、お姉さんと映画を見に行く。どこが間違っているのでしょうか。Google ドキュメントで間違いを訂正します。映画をのおとお姉さんのいを訂正しました。ここでは一つのファイルをみんなで共同編集するという一人一台端末を使った授業を体験してもらうのです。これ今先生の方に課題として送られましたので、これを実際に子どもたち同士で共有することによって、子どもたち同士でここの文字違うよ、ここの文章こうした方がいいんじゃないかのようにお互いに指摘し合って、より良い学びを手に入れることができています。今までは紙で提出していたような課題がオンラインで処理されていて、ここから先生は採点をするといったこともできますので、先生の公務の効率化といったところにもつながっています。親子体験会にはこれまで Chromebook にほとんど触れたことがない未就学児も参加しています。今回行ったのはジャムボードを使ってグループごとに絵を完成させる共同作業です。ね、これお友達が描いてくれてんだよ。他の端末で描かれている絵が自分の端末に反映される様子をリアルタイムで見ることができるのです。そして Google スライドを使って写真を撮影し、アルバムを作ります。親子で楽しみながら小学生になると使う端末がどんなものなのかを体験します。3回目の開催となる今回は、ある程度 Chromebook を使い慣れた子どもたちに合わせて上級者クラスも開かれました。ここでは吉田町の PR サイトを Google サイトで作ります。Google 検索で写真を選び、そこに文字をレイアウトして思い思いのページを作ります。
いいね。もううなぎが美味しいって強調してもらって。コントロール。起きた。おお。完成したそれぞれのサイトのアドレスを学校の授業と同じように共有し、発表会を行います。共同で一緒に作ることもできますので、一つの班で一つのホームページを作っていくってこともできるようになります。親子体験会では端末の体験だけではなく、家でのルール作りを親子で行います。正しい端末の使い方をお家の人と一緒に考えていこうと思います。親子で端末を安全に使うルールを考えて付箋に書き、共有のジャムボードに貼っていきます。親子体験会では保護者の不安を解消するさまざまな取り組みが行われているのです。参加した保護者の感想は？なんかこう友達と共有できたりとか、なんかパソコンだけに向かっているんじゃなくて、こうクラスの中でこの端末を使いながらだけどこうコミュニケーションを取りながらやっていけるっていうのは素敵だなと思いました。なんか勉強してるってことで部屋に入って何やってるのかはっきり言って分かんなかったんですけど、こういうことをやってるんだっていうのが今日分かりまして、これならもっとね一生懸命やっぱ取り組んでもらいたいなっていうふうに思いました。娘がこんなに使いこなせるっていうのを知らなかったので、なので入力もいつの間にか早くなってるし、こう画面の操作が先生が言ったらすぐパッパッパッとやっていたので、そこまでちょっと使いこなせたのがびっくりしたのが一つ。さらに体験会の終了後、授業内容に興味を持った親子はフリースペースで自由に Chromebook に触れることができます。ここでは大学生が保護者からの質問などに個別に対応しているので、体験会でわからなかったことやさらに知りたくなったこともわかり、保護者の理解が一層深まるのです。講師を務めた大学生の感想は？教育実習ではもう確実に保護者と関わるってことはないので、そういった部分を直接的に体験することができる、またどうやって保護者の方に伝えたら伝わりやすいのかっていうことも意識した上で進めていかなければならないっていうところは非常に学びになるなと思っています。親子体験会は大学生にとっても意義のある取り組みだと三井先生は言います。このような機会で保護者と、体験をした子どもにこういった操作体験を、教えたとか、そういった経験っていうのは現場の先生方の中では持っている方っていうのはすごく少ないと思いますので、学生にとってもそれはアドバンテージになると思いますので、現場に行った時にそういったことを糧にまた、いろんな知識や技能を身につけて、それを普段の授業の中に活かせていけるんじゃないかなと思います。吉田町教育委員会指導主事の平井智子先生が感じている親子体験会のメリットについて伺いました。保護者の方はやっぱりわからないことが多い。でも学校に聞けないっていう、そういう中で保護者のための場があるっていうことは保護者にとってはメリットがあるんじゃないか。でもその中先生も保護者に分かってもらいたいって思っているので、先生たちにとってもメリットがある。でそれを全て教育委員会がやろうと思うと難しいなって思うんですけど、そこにやっぱり教員を目指す大学生が来てもらうっていうこと、本当にみんながウィンウィンウィンな関係かなっていうふうに思っています。このような取り組みを教育委員会主導で行う必要性について山田康美教育長にお聞きしました。本来だったら、教員が子どもたちにパソコンが入って学校ってこういうふうに変わっていくんだよっていうのを説明をしながら進めていく、保護者にもそうした説明ができれば一番いいと思うんですけど、なかなかですねそうした時間を取ることっていうのが難しい状況があります。そうした意味では、今回大学の学生を使わせてもらいましたけれども、こうした機会を持つことで、学校の授業も少しでも分かりやすくなる、伝わりやすくなるっていうような機会になったかなというふうに思っています。信州大学の佐藤和則先生は、保護者に理解を促すにはいくつかのポイントがあるといいます。ギガスクール構想に関して保護者の方々に理解をしていただくためには、
根底の信頼関係っていうのがまず必要なのが1点目です。で2点目に関しては直接体験をしたことがないことだからこそ、しつこいくらいに情報の発信をし、今日はこういう取り組みをしました、子どもたちはこうなりました、ご家庭ではいかがですか、そのフィードバックですよね。とにかく体験をしてないということを前提に、丁寧に取り組む、毎日発信をするということがギガスクール構想の取り組みの理解には最も重要なのではないかと。東北大学大学院教授の堀田達也先生にギガスクール構想を進めるための保護者理解について伺いました。これから学ぶときに ICT を使わずに学ぶっていうのはおそらくほぼ無理なんですよ。あらゆる情報はもうデジタル化されて世の中に存在しているし、検索一つできなければ必要な情報を直ちに手に入れることはできないわけですね。ただそれは今の時代あるいはこれからの時代を想定するとこういう環境が必要だという話であって、保護者の時代にそうだったかっていうとそうでもなかったと思うんですね。でもよく考えてみればノートを上手に取れるかどうかは得られた情報をどう再構成するかっていう能力であり、情報の得方インプットの仕方はググってみたり先生から聞いてみたり資料集から得てみたり多様化したけど、それをどう整理するかはアウトプットのツールが違うだけ、ツールが紙だったかジャムボードになったかだけの問題なんですよね。親子でジャムボード使ってなんか一緒に授業を受けてみるとか講座を受けてみるとか一緒にプログラミングをやってみるとかいうことが1回でもいいからあると、保護者はこういうことをやってんのねということが分かるので、そこからだいぶ寛容になるんですね。今の時代これからの時代に求められる学びをどうやって子どもが得ているかのためのツールや環境が ICT なんだっていうことにお気づきいただけると思うので、保護者理解の推進のための取り組みっていうのはこれからもっとみんなやっていかなきゃいけないところだと思いますね。